今でもかってもしょうがないから厚く多く切ってあげて、もう素材には目いっぱいこだわってます。だからこれ水飲んでいただければ分かるけど、こだわりの卵で青麺の卵なくなっちゃうんですよ。1時過ぎになったら立ち食いそばに天ぷら屋さんの天ぷらと値段が合うわけねえじゃねえかって言われちゃって、そうなるとどうしてもね店売りがなくなっちゃうんだよね年間で150キロ近く売るんですもうこれ以上残すもんがねえだろうとか言って香りがいいでしょ、はい、これ 2L 言うと一番高いんですよ。もう儲けがないです。赤字です。おいらっしゃい。おそばでいいですか？かけそばだね。はい、はい。で、あとこれはさつまいもがでっかいやつを厚く、これだいたい10分20分かかってます。なるほど今でも儲かってもしょうがないから厚く多く切ってあげて、今高くなってますからね。もう全部上がってます。この油なんか倍でしょ。油はすごい上がってますね。油天ぷらと9時半がまず4時5分だから随分早いです。今日ちょっと早く来ちゃいました。早く来ちゃいました。だから4時半頃からぼちぼち始めたらいいのかなと思って、もう見えたから始めちゃってるけどこれもこだわりで、岡山の田入ちくわどうぞ食べながらやってるんです。朝は同じもの食べてください。このちょっとで卵だいたい2個で小麦は衣はもうほとんど見たら分かるけど衣はついてる状態じゃないですよね。衣ほとんどつけない。そうですよね。理由というかなんかだから衣なんかでうちのたぬき見てもらえば分かるけど、かき揚げのバラとか新宿とかちょっとたぬきでも普通の天かすだけじゃないんですよね。かき揚げ新菊のバラが入ってます。これ専門に好みで入れる人がいます。夏はこっちで5分、反対で5分、10分かかる。芋がまだ6分でまだ10分だからこれ博多のナス言ってちょっと高いんですけど、その素材には目いっぱいこだわってます。だからこれ水飲んでいただければ分かるけど、その中に開けるとレモン1個入ってますから。この前そうだ思いました。もう卵のゆで卵のこの通円の卵を今ここでとりあえず10個分今ゆで卵を今作ってます。この卵もこれもこだわりの卵で青麺の卵。ただ今余分に頼まないじゃないですか、卵がないから。卵の中で上がってるから、だから今まで通り週1回10個入りが 10パック、それとワンケース芭蕉そばのだから卵焼きが結構使うもんですから、黄身が違うってやつ。人参単品、人参だけ、玉ねぎだけってやつ。用事に来て、で一番作るのはかき揚げと春菊を切らすと文句言われちゃうもんですから、かき揚げ春菊だけは切らさないように、やる気がないんじゃないかと言わされますからでちょっと天気がいいとこの天むるセット、天ざるセットいうのが出るわけですよ。天ぷら2つ、盛りそばでお好みの天ぷら2点、みんな春菊かき揚げを入れるわけですよ。
天ぷら2つついて700円。選べるんですね。選べるんです。好きなの2点、よりどり2点。で春菊がナンバーワン。そうですね。もう今日あたりも、昨日はここ3日ぐらい20度超えでしょ。でみんな天盛り天ざるなんですよ。じゃあもうね、なくなっちゃうんですよ。1時過ぎになったら食べる人がなくすいませんとか言いながら出来上がります。これ関東は午後にかけても不安定な空模様となりそうです。雨の動画を投稿した吉野容疑者。しかし新型コロナに感染していたため、飼育員から外出を4ヶ月判断で当時5歳だった少女を抱き、十分な食事を与えず餓死させるなどしました。一審で懲役15年の判決を受けた赤堀被告は、それを不服として無罪を求めたほか、懲役5年の判決が確定した母親の碇被告に対して、ああ、すみません。ああ、これですね。大丈夫です。ごめんなさいね。どうもありがとうございました。いただきます。衣がついてないからかき揚げということで一応皆さん喜んでます。衣をたくさんつけてるわけじゃないからすぐ散らばるんですよ。新旧が一番気使うんです。広がりやすいんですね。そうですね、そういうことです。衣をつけない丼の中に油を置くのが嫌なんです、食べるときに。それをどうしたらいいんだって最初天ぷら屋さん修行行くじゃないですか、そんなバカなのがあるわけないじゃないかって怒られちゃって、ダチョウに。で最後卵のいいの探しなさいって言われて、それからヒントです。芭蕉そばの卵焼きを考えたのは。卵がいいの探せばじゃああれなんだと思って。このまでいいんですか。天ぷら屋に修行行ったんですか。3ヶ月修行って言って一応知り合いの人に頼んでどっか天ぷら屋さん修行なるとかありますかって言うから何やるんだって言うから立ち食いそば。こんな立ち食いそばで天ぷら屋さんの天ぷらと値段が合うわけねえじゃねえかって言われちゃって、それはそうですけどってどうやって揚げてんのかなと思ってさ、みんな衣がぽってついて1人前1500円ぐらいかな、銀座4丁目の天ぷら屋さんで昼の定食でお好みで2500円を取るんですよね。だから全然あまりにも違いすぎるんだけど、衣ついてない天ぷらどうしたらいいんですかって言って、こんなのあるわけじゃないか怒られながらちらっと言って、オープンした時2日目に見えて、なかなか上々いい天ぷらが上がってるよって言われてさ、もうほっとしましたよね。これなら丼浮かないよ。
20年前でしたっけ。25年1月後半から3月の4月の20日ぐらいまで3ヶ月皿洗いですよ。11時行って一応2時に帰るってことで、はいはいはい。ってことはどうやって作ってんのかなってそういう感覚です。やっぱお蕎麦屋さんを始めたきっかけは麻雀屋さんから体壊してでここが居抜きであったんですよ。でそれで蕎麦だったら俺京都で食べた蕎麦美味しかったよなと思いながらそこ行ったら教えてくれないのよ、どこで作ってる蕎麦かって。で出汁を持ってったらこの人本当にやるんだなと思って教えてもらったところが奈良の蕎麦粉だって言われて、あ、蕎麦粉が奈良。でそこで電話したら東京に納めてますよのそこなんです。あ、新宿の。あ、なるほど。その縁で最初は何も大したことねえだろうなと思ってただバンバンやっていくから、はい。そしたらもう20何年ですよね。もうずっと同じところで。そういうことです。今2軒ぐらい収めてますけどね、奈良のそば粉屋さんは。はい。ちょっと関東にない食感なんですよね。まあ、そうですね。前食べた人に感じがね、はい。こういう感じが上がるのがもうどうしたらいいのかなと思ってるの悩み。こんなついてどこに新牛が入ってんだっていう感じの天ぷらじゃないですか、みんな。でこれかき揚げと春菊はまた10時頃乗ってその時の量に応じてちょっと多めに作ったりとか少なめとか、今日のは持ち帰りのそばの注文ももらってるから、あ、そうなんですね。だって最近天ぷらもお客さん買ってきてくれるから、そうなるとどうしてもね店売りがなくなっちゃうんだよねすいません金谷の友達も欲しいって言ってるんであとそば6食にかき揚げ3つ春菊3つくださいとかなるわけですそしたら一時過ぎた時あの人最近やる気がないような気がするとかいつもう金曜日になるとそういう言い方されちゃうやる気は満々なんですよ商売だからいいんだけどさ。3番ピッチャーで先発出場しましたリアル二刀流の大谷翔平選手。投げては4回無失一束がこれでね 150g で大盛りなんですよ。でうちは 100g にして売ってますんで。安売りのそば屋だからいい加減のそばじゃないかという感じがあってうちはきちっとして業者に頼んでます。場所のそばの始まりからの本がね3ヶ月1ヶ月のところ3ヶ月特集してやってくれてるんですよ。場所のそばのこれちょっと読んでいただければ時間があれば自分で写真撮って送ってくるもしよかったら使ってくださいとか言って赤と青と一応2色ありますので青は皆さん見てると思うんだけど赤はまず東京の人は見てないですよね。ないですよね。赤の柚子胡椒は見たことないです。うちが今月に青が3キロ赤が9キロそんな出るんですか。年間で150キロ近く売るんです相撲テレビはなんか1キロ単位で買ってきますからちゃんこ鍋ちゃんこ鍋にもう一旦これ入れて食べてねないと間が抜けたような感じがするっていうんでちゃんと100g ありますからあ、なるほど
100g ちょっと増やしてますけどね。くら寿司での迷惑行為で逮捕された3人が名古屋のドン横と呼ばれる場所に出入りしていたとみられることが分かりました。はい、鳥取市上空、肉眼で見ると徐々に明るくなってきているのが YouTube の3時半頃から朝私が作るとこから全部撮ってるんです。おばあちゃんがこれ大好きでね。まあいろんな人と一応お客さんには1本2本は違うかもしれないけどグラム数は同じですからねちゃんと測り合ってますから、あの人の量が多いんじゃないかなってことはないですから、長崎の雲仙で作ったつゆをそこへやめちゃって、元はどこだと言ったら四国だと。四国の今治に電話して成分調べたら全く同じだから、0. 何ミリか来た2人組来ました。はい、おはようございます。場所を取ってください。はい、はい、どうぞ。春菊玉ねぎ。はい。はい、ちょっとすいません。今の親子はね、ちくわをちょっと温めて柔らかくしとってくれって言われてたから、柔らかくしてたやつをあなたにサービスします。これは芭蕉様にちくわですからはい、芭蕉生卵はい、お待たせ。はい、ありがとうございます。すいません。はい。熱くない？そうでもない？暑いです。暑いでしょ、なんか。この通りがそうでしょ、万年橋通りは。で、赤穂浪士は赤穂浪士41が通った道だから、うちの前の通りが芭蕉通りになっちゃったわけですよ。芭蕉そばのためにできたようなあれだって町会からいろいろ言われて本来はあちらが芭蕉通りにしたいんだけど、赤穂浪士が通った道だからね、昔からもういろんな道だからこの前を通ったんです。ここまっすぐ行けば吉良邸に行きますかね。行きます。まっすぐ行って首都高速過ぎて一つ目の信号の先に右に行って左側に吉良邸があります。吉良邸、吉良上野之助。吉良祭って12月のね第1か12日前後に打ち入り前後にいつも売り出しやるんです、町会で。両国1丁目2丁目で。そしたら安売り屋さんがいろいろ出てますよ。なんでここは松尾芭蕉が松尾芭蕉はね、そこに芭蕉稲荷ってあるんですよ。はい。そこに住んでたらしいんです。住んでたんです。住んでたんです。それで江東区はここ出発点だと。奥の細道。奥の細道。そうなんだ。その出発で橋のたもとに銅像をちゃんとはいあれして、そこから出発したんだということでやってるんです。
でそこが芭蕉稲荷になってます。橋渡る手前の右が神社。芭蕉稲荷神社。で場所そば。最高ですね。なんかだからそれをあの本が書いてあるわけですよ。私も日本全国旅してたでしょ。なんか松尾芭蕉でなんかこれは面白い言って11月12月1月 3ヶ月で4ページずつの写真入りで入ってる。で私の九州の友達「お前なんかテレビも出とったけど本にもなってるのお前もう終わりだ」とか言われちゃってさ「もうこれ以上残すもんがねえだろ」とか言って。あと YouTube 出て YouTube 出たらもう本当ですよ。そうですね。はい、おはようございます。おい。冷や汁。春菊、玉ねぎ、生卵、冷やし。みんなとりあえずいっぱい入れていくんですよ。本当に。震災の記憶を伝える活動をして10年以上になります。はい、お待たせ。ついに YouTube デビューに。今日朝3時半からお付き合いしてもらっています。あ、そうなんだ。4時半というのに3時半過ぎ。あ、そうなんだ。天ぷら作るの仕込みから取りますから。あ、じゃあもう結構いい時間だね。途中から入れて二度味わってもらったらいいんですよって言うんだけど、いや味分かってますよってドイツの複数のメディアは銃撃された水産物の事件は80言ってるんだけど本当にいいネギ使ってると思いますよ。全然物が違うと思います。香りがいいですね。香りがいいでしょ。これ 2L って一番高いんですよ、ネギの中で。それを使ってます。春菊もさっき新菊は新菊でもう全然箱単位で買ってますんで、その今は千葉とか茨城の新菊出てきますけど、これが暑くなってくると北上するんです。宮城になって宮城から岩手青森になるともう高値です。総量が高いから。夏場はこの近所でまだ夏場まではもう高いです。もう儲けがないです。夏場になると1羽350円から400円越しますから、そのあたり赤字です。それでもうちは大きさ変えずにずっとやりますから、大きいままでこういう感じのままでやります。こんなに衣が乗っかってないでかい春菊なんかでないと思いますから。だから上がってるからしょうがないねっていうか、お客さん小さくなってっかと思ったら「親父全然サイズが変わんないね」とか言ってでよく見てますよ、お客も。もうこれ全部できるんです。芭蕉、冷やしかき揚げ、とろろ、さつま揚げ、きつね、納豆そば、冷やしたぬき、冷やしわかめと冷やし人参、さつまいも、ちくわ、なす、玉ねぎ、ずらっと。春菊はどうなんですか。でこれたまたま乗ってないだけですねけどお客さん頼みます。かけそばで。かけそばだね。はい。
はいどうぞ。栗山監督を先頭にありがとうございます。大興奮。スタンドへボールを運びます。はい、お待たせしました。大リーグのホームラン850円。はい、いってらっしゃい。新宿の酒屋のほとんど新宿なんです。そうですね。うちのお客さんそれしか知らないんですかっていう。私も春菊が花見。ハマりましたよ。普通ないからね、こういう新宿は。はい、お待ちどうさまです。はい、少し食べて赤い柚子胡椒を入れてください。はい、どうも。新宿。チラシは青い柚子胡椒を入れて食べてください。卵は黄身が違います。青森のじょっぱり卵を言ってる。古代の卵の。風もないし穏やかで。ここは本当隅田川、そこ隅田川でしょ。隅田川の冷たい風が来るんですけど。夏は涼しい風、冬は寒い風。本当にいい陽気だね。おいらっしゃい。おそばでいいですか？うどんで。うどん、何うどん？かき揚げ。かき揚げうどん。はい。はい。はい、お待たせ。少し食べて赤い柚子胡椒を入れてください。もう11時の男がね、もう今日ちょっと遅いですけど来るんで、すぐ食べれるような状態にして入れてます。孫が言ったんだって。はい、いらっしゃい。今日は何にいたしましょう？同じ。今日は違う。新菊玉ねぎ。はい、お待たせ。用意してましたか？早いです。用意しないでください。用意しておきましたんで、11時の。いいです。
はいどうぞ。はい何？冷やし納豆。冷やし納豆。ああいらっしゃい。ようやく時期来ましたね。してあるのだから普通野鳥だから臭いんですよ、けどそれを臭みを取るために紅茶でアク抜きしてでそれをスライスにして5枚にで出してるんです。香りと余韻が素晴らしいので、ぜひ口頭で飲んでみてください。どこの鴨物って800円売ったって消費税引いたら720円の鴨だから、ね、けど美味しいんだよね食べてる人ね。街歩いてみます。テレワークで全然会社に行かないでテレワークばっかり事務所。はい鴨の春菊。はい鴨南春菊。中国動物園協会はアメリカ側と引き継ぎを行うことを明らかにしました。こんにちは。うどん大盛り春菊ナス昆布。でかいのですか。これがおにぎり1個分あります。いなり一つ。冷やしかき揚げ。ははいどうぞ。い、大盛り冷やしかけ大盛りね。一つ。女子大学生万円を不正に送金し横領する疑いで逮捕された女子大学代表村木俊容疑者が送金後に違法性がないともう一個持ってくる。大丈夫だってなってます。ちっちゃい子にそれを教えて、で、時間遅れしてる。なんで？いらっしゃい。今週解禁賞だから。それをはじめとしまして2回は2人のバッターをスライダー。青い柚子胡椒ですよ。冷やしが。ここ橋を万年橋を渡って左に行くと高田川部屋があるんです。50メートル先。その30メートル先のお車部屋がありまして、すぐの路地を右に曲がると2本目の路地の左側に錣山部屋があります。それをちょっと戻って右に行くと横綱通りといって大鵬部屋と北の部屋があったんです。今は大鵬部屋は大竹部屋に変わってます。北の部屋はなくなって山響で東砂8丁目にいます。皆さん期待が今日も高まっています。相撲取りは結構来ますよ。